新幹線大爆破。これね、世界各国でネットフリックス1位になったらしいんですけど、なので結構面白いんですよ。草薙剛さんが主演なんですけど、草薙さんってね、ちょっと語弊のある言い方をすると、気違いの役ほんとうまいんですよね。なんでうまいかっていうと、裸で悪いかって言って全裸ででんぐり返しをして警察に捕まるぐらいの人なんですよ。なので頭のおかしい人の演技がうまいというより、多分草薙剛さんが頭がおかしいんですよ。で、何が頭がおかしく見えるかっていうと、新幹線の車掌で雑談してる人って見たことあります？ちなみにね、ヨーロッパの新幹線の切符をチェックする人とかって普通に雑談するんですけど、日本で電車の中に乗る人って雑談しないんですよ。で、何があってもロボットのように決められたことだけをやるっていう、その無表情さが日本の車掌さんなんですけど、草薙剛さんがいるとね、本当にね、人間味のない車掌になるんですよ。もうやらなきゃいけないことだけを淡々とやっていて、表情のないロボットのような車掌になるんですけど、その人がたまに表情を見せるんですよ。決められたことを淡々とやるだけで、新幹線が爆破するって分かってたとしても、俺は車掌としての仕事をする人生だから、これで爆発して死んだとしても別に何も困らんよっていうぐらいの何にもなさなんですよ。これが他の国だと車掌の人生というのを作るんですよ。家族がいるとか子供がいるとか愛する人がいて、自分には守らなきゃいけない人がいるけど、それでも車掌の仕事というのをやるのが俺のミッションだと考えてるみたいな熱さっていうのが出てくるんですけど、草薙さんね、人生全く描かれないですよ。もうこいつ何にもないんだろうなっていう感じの、人生に守るものが何にもないけど俺は車掌なんだっていう、そのロボットになりきってるという気持ちの悪さっていうのの中で、ロボットのような人がたまに見せる人間味というのが、あ、これは本当にロボットの感情を呼び起こすぐらいのことなんだっていう、そこのギャップっていう他の国だとなかなかできないことをやるんですよ。で、これがなぜできるかっていうと、草薙剛さんの頭がおかしいからなんですよ。5番切りっていうね、ちょうど今パリでも映画やってんじゃないかな。草薙剛さんが侍の映画があるんですよ。で、その侍の草薙剛さんっていう人が囲碁がめちゃめちゃ好きで、囲碁に命かけまくってて、囲碁と家族だったら囲碁を取るぐらい頭がおかしい侍の役なんですよ。やっぱ頭がおかしい役を普通の人がやると現実味がないんですよ。無理して気違いの役をやっている人に見えちゃうんですけど、草薙剛さんがやると、うわ、本当にこの人頭おかしいんだっていう、頭おかしい感じがビリビリ伝わってくるんですけど、これがなぜかっていうと、草薙剛さんが頭がおかしいからなんですよ。頭が惜しい人が頭が惜しい役をやったら説得力出るんですよ。だってもともとそういう人なんだもん。だからやっぱね、頭おかしい役をやらせるといいなっていう、僕の中ですごい評価高いんですけど、これ褒め言葉に伝わらない気がして、なんか規制を上げるとか連続殺人犯をやるとかの頭のおかしさじゃないんですよ。決められた信念に自分の人生を完全にのっとって、それ以外の欲望とか家族愛とかを一切捨てるっていう、草薙剛という人間はスマップの草薙剛というのを演じ続けるというのをやり続けた結果、裸ででんぐり返しをして裸で何が悪いっていうことをやっちゃうぐらいの壊れちゃった人なんだと思うんですよね。壊れちゃった人だからこそできる完全な演技力なんですよ。もう俺の人生というのはもう人間味というのはないから、それをずっと演技をし続けるというのでやってきた一挙手一投足の気持ち悪さっていうのが、あ、これはすごい説得力だなと思ってて、だから絶対病んでんだよね、あの人。だから壊れちゃってる人で病んでるから出てくる強さっていう。草薙剛さん語りはこんなところで。いや、そうだからね、役者の素質はあるんですよ。壊れちゃった人が普通の見える。だから、ね、ちょっとね、なんか、これがね、深いんですけどね。芸能人はね、ファンが壊すんですよね。僕が割と好きな歌手で、鬼塚千尋さんという方がいらっしゃるんですけど、めちゃくちゃ歌が上手い人だったんですけど、頭がおかしくなっちゃって、ツイッターで和田アキ子してって書いて、事務所が謝って、その後事務所クビになったんだっけ。で、その後救急車を呼んで救急車を蹴ったりしたみたいな頭のおかしい人なんですけど、そういうトラブルがあった後に、中野サンプラザホールでライブがあって僕行ったんですよ。声がね、やっぱ出てなかったんですよ。全盛期の歌い方でもないし、声も出てなかったんだけど、
ファンは大喜びだったんですよ。鬼塚千尋さんが歌ってる、嬉しいってなってて、結局そのファンを喜ばせるために鬼塚千尋さんに歌わせなければいけないというふうにスタッフも思わせたし、鬼塚千尋さんも歌わなきゃいけないと思って多分あのステージがあったんですよね。で、僕はその時に加害者の気分だったんですよ。ライブがなかったら鬼塚千尋さん歌わなくてよかったのに、歌わなきゃいけない状況を作ってしまった一員に僕がいるよねという風に感じてしまったんですよ。で、それは全然僕のせいではないし、せっかくのチケット買ってもらったんで僕買ってないんですけどだからチケット買わなかったとしてももちろんそのライブは行われてたと思うんですよ。でも、なんか才能があってしまってファンが望んでしまって、その結果いろいろなストレスを溜めて壊れてしまって、でもやらなきゃいけないっていうので、僕から見た限りは痛々しかったんですよ。でもこれは僕の主観で、本人全然楽しくやってましたっていう風に見える人もいるし、本人が全然楽しかったですって言うかもしれないけど、ただ僕から見るとやっぱり歌いたかったんだって言うかもしれないし、言うと思うんです本人は。でもなんか僕はそれはなんか壊す側の加害者になってしまったなという風に僕は思ってしまったんですよ。だから中森明菜さんがロッキンオンかなんかに出たっていうのもやっぱりなんかちょっと違うなって僕も思ったんですよね。まあもちろんね、やりたいからやってるっていうの全然あると思うんですけど、僕だから病んでる人好きなんですよ。病んでて歌わない鬼塚千尋さんも好きなんですよ。鬼塚千尋さんとニコニコで番組を一緒にやったことがあってて、別に歌うわけでもなくて、鬼塚千尋さんがやんちゃをしているというのをゲラゲラ笑って見ているという役回りだったんですけど、だからおもろっていうだけだったんですけど、だからやっぱ気が狂った人が気が狂ったことをやってるのを見るのが好きなんですけど、っていうのがあったりするので、お金のためかもしれないし、本人がやりたいって言ってるかもしれないけど、なんかその加害者感を僕はちょっとね感じてしまう部分があるんですよ。タイガー・フェイク・ファーさんとか知ってます？ギターを弾きながらオーバーオールで歌うっていう歌手の人がいて、でその人が突然自分の名前をタイガー・フェイク・ファーと名乗り始めてドン引きしてしまって、その後売れなくなってしまったって人がいるんですけど、なんだっけ元の名前、イルカさんじゃなくてね、結構ね、当時有名な人だったんですよ。川本誠さん。川本誠さんっていうね、90年代ぐらいに結構有名だった人で、岡村康之さんプロデュースで、有名な曲でいくとなんてのがあったかな。愛の才能でメジャーデビュー。それ2分の1の人、川本誠さんっていう人がいて、高めの声でギターも弾いてて結構有名な人ですよ。唇と唇の人。川本誠という名前だったら知ってるっていう人だと思うんですけど、そうルロンドン研修のやってる、そう可愛い感じの声のショートカットの人です。であの人が今どんな名前で活躍してるかというと、活躍してないんですけど、タイガー・フェイク・ファーという名前で、ね、活動してるんですよ。やっぱね壊れちゃったんだと思うんですよね川本誠ではなく、ファンもいるし有名な曲もやってるし普通に幸せなのかなと思っていたら、気がついたらタイガーフェイクファンになっていて、ウィキペディアを見ると1999年代メジャーでミリオンセラーを叩き出すような人気を起こっていたが、売り出し方と本来のパーソナリティとの乖離が問題となってインディーズへ移行し、21世紀に入ってからマイペースにさまざまな企画を打ち出しながら活動を続けている。知らないでしょ、さまざまな企画、さまざまな活動っていうので、タイガー・フェイク・ファーさんとしてさまざまな活動をやってらっしゃると思うんですけど、結果として川本誠という名前ではなくタイガー・フェイク・ファーっていう名前で2000年代半ばの独立当時、世間では川本の名前の名義が使えなくなった、あるいは何らかの契約上の縛りがあったという噂があったのですが、本人が否定しています。これノンさんとの違いね。ノンさんっていう新幹線大爆破で運転中3役をやっている役者さんがいるんですけど、もともとは能年里奈さんっていう名前で朝ドラとか出てたんですけど、所属事務所を辞めるときに能年里奈という名前を使うなって言われて、ノンという名前で活動していて、去年ぐらいだっけ、ようやくその能年里奈という本名で活動するのは合法であるみたいな形で確か判決出たんだよね。能年里奈さん本名なんですよ。本名能年里奈なんだけど、その本名を使ってはいけないっていうので仕方なくノンっていうので、ノンででももう10年ぐらい活動してたのかなっていう感じで、ノンさんの場合は契約上の縛りというかそういうトラブルがあったので使えなかったんですけど、川本誠さんの方は名前が使えるんですけど、自らタイガー・フェイク・ファーを名乗りインディーズ活動をし続けるっていうのがあったりするので、なのでちょっと壊れちゃったのかなっていうのがあって、で僕タイガー・フェイク・ファーさんっていうおかしな名前にしてるっていうのが好きっていうちょっと変わったことがある。スマップの中で最中持ち不祥事の詩は木村拓哉のみです。あれ香取慎吾さんはないよね、やってないよね。香取さんはなんかやらかした。
裸で何が悪いって言った人と、酒飲んで車の中で酒が抜けるまでずっと籠城した人がいるだけで、香取君やってないよね。慎吾ママやってないよね。慎吾ママはやらかしてないんじゃない？なので、キムタクだけじゃなくて慎吾ちゃんもクリーン。ひろゆきさん的にスマップは再結成すると思いますか？思いません。また再結成するとしたらどんなシナリオが考えられますか？僕が思いませんと断言するのは、スマップの権利というのを誰が持ってるかなんですよ。一般の人ってスマップのメンバーが俺たちスマップだよねって言って決めてるというふうに誤解してると思うんですけど、スマップというグループ名はそのアイドル活動をする商標権をジャニーズ事務所が持ってるので、スマップが再結成するにはジャニーズ事務所に皆さんが戻らなければいけません。スマップの中に吉本興業の社員がいたらまずいじゃないですか。なので他社の人っていうのは基本的に入れないんですよ。そのグループっていうのは自分の会社のスタッフで構成しなきゃいけないので、スマップという権利を使う場合であれば、ジャニーズ事務所に所属している人たちがそれを担うっていう形になるので、スマップという名前でジャニーズ事務所に所属している全然別の人たちがスマップとして活動するっていうパターンはあると思います。アイドルグループとかバンドとかだと結構あるんですけど、メンバー自体がスマップなのではなく、あくまで会社がスマップっていう名前を持っていて、そこに所属してる人が抜けたら入ってる。AKB もそうですよね。AKB の場合はまたちょっと所属事務所が違っていて、DH っていう会社が AKB の商標を持っていて、そこに所属しているという形になってるので、所属事務所とはまたちょっと違うんですけど、そんな感じでその AKB に所属してる人たちも、所属メンバーが AKB を決めるんじゃなくて、あくまで会社が、じゃあお前 AKB のメンバーになってもいいよとか、お前卒業なとかっていうのを決めるっていうのだったりするので、なので基本的にはスマップのメンバーが集まったからどうなるかっていう話じゃないと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。